問題は、味方が私の言う通り動いてくれるかさ。動かなかったら頭をかいてごまかすさ。敵艦接近。関係から見てワレンシュタインと思われます。全艦隊に告げる。私はパエッタ司令官の次席幕僚ヤン・ジュン将だ。機関パトロクロスが被弾し、司令官は重傷を負われた。司令官の命により私が全艦隊の指揮を引き継ぐ。閣下、敵の通信が。心配するな。私の命令に従えば助かる。生還したい者は落ち着いて私の指示に従ってほしい。我々は現在のところ負けているが、要は最後の瞬間に勝っていればいいのだ。我ながら偉そうなこと言ってるな。いや、期待してますよ。負けはしない。新たな指示を伝えるまで各艦は当面の敵を撃破することに専念せよ。僕の養育費は軍から出ていて、僕が軍務に就かないときは返却しなければいけませんし。返すさ。お前を引き取った保護者を過小評価するなよ。それぐらいの蓄えはある。そこまでご迷惑はかけられません。生意気言うなよ、子供のくせに。子供ってのは大人を食い物にして成長するもんだ。ありがとうございます。でもなんだ、エルファシルの英雄だかなんだか知らないが、さすがに逃げちまったんじゃねえのか。守るに値する者を守るため共に戦おうではないか。おお、来た。遅いぞ。どうもすいません。ほら、すぐ出番だ。では第13艦隊初代司令官ヤン・ウェンディ少将を紹介しよう。どうもこういうのは、つまり祖国のためとか命を懸けてとかじゃなくて、うまい紅茶を飲めるのは生きている間だけだから、みんな死なないように戦い抜こう。変わった司令官だぜ。話せるじゃないか。しかしその平和が恒久的なものになりますかな。恒久的な平和なんて人類の歴史にはなかった。だが何十年かの平和で豊かな時代は存在した。要するに私の希望はたかだかこの先数十年の平和なんだ。だがそれでもその10分の1の期間の戦乱に勝ること幾万倍だと思う。私の家に14歳の男の子がいるが、その子が戦場に引き出されるのを見たくない。ただそれだけだ。国軍より返答がありました。汝は武人の心をわきまえず、我生きてお辱に耐えるの道を知らず、死して名誉を全うするの道を知るのみ。この上は皇帝陛下の恩顧に報い、全艦突入して玉砕あるのみ。武人の心だって？こんな奴がいるから戦争が絶えないんだ。敵全艦突入してきます。敵の機関を識別できるか？はい、できますが。集中的にそれを狙え。これが最後の砲撃だ。照準よし、撃て。帝国万歳。帝国軍機関消滅しました。時々疑問に思うんですが、帝国では一部の貴族が民衆を支配して悪政を敷いていますが、同盟では民衆に選ばれた政府が悪政を敷いている。一体どっちがたちが悪いんでしょうか。失礼しました。軍人としては失言でした。いや、いい。私も考えない疑問ではない。だが答えられる性格のものではないのも確かだな。はい。では艦隊編成の方は頼むぞ。急いでな。事務処理能力に富んだ副官がいてくれるおかげで、その手の仕事が随分と楽になりました。役に立っているかね、あれは。はい。全艦攻撃開始。艦長、攻勢アムリッツァーに融合弾を投下してくれ。
ローエングラム伯にいつぞやのお返しをしてやろう。多少アレンジしてね。左舷損傷。ヤン・ウェンリーか、さすがに早い。やむを得ぬ。一旦交代しろ。交代しつつ陣形を再編。敵が引くタイミングを測って反撃しろ。注意。はい。私は少しだけ歴史を学んだ。それで知ったんだが、人類の社会には思想の潮流が2つあるんだ。人の命以上の価値があるという説と、命に勝るものはないという説とだ。人は戦いを始めるとき前者を口実にし、やめるときに後者を理由にする。それを何百年何千年と続けてきた。閣下。いや、人類全体なんてどうでもいい。私は全体流した血の量に値するだけの何かをやれるんだろうか。すまない。変なこと言ったら気にしないでくれ。いえ、よろしいんです。紅茶を入れてきます。ブランデーを少しでしたね。たっぷり。はい、たっぷり。司令官のヤン・ウェンリーだ。みんなそのまま聞いてほしい。間もなく戦いが始まる。ろくでもない戦いだが、それだけに勝たなくては意味がない。勝つための算段はしてあるから、無理をせず気楽にやってくれ。かかっているのはたかだか国家の存亡だ。個人の自由と権利に比べれば大した価値のあるものじゃない。それではみんなそろそろ始めるとしようか。敵艦隊捕捉。全艦戦闘態勢を取れ。敵は銀河基準面に対して垂直方向、左舷から右舷方向に移動しつつあり、距離 6.45 秒。敵の側面を捉えることに成功しました。全艦砲撃準備完了。目標敵艦隊中央。全艦で一点に砲火を集中させる。装填固定。撃て。エネルギー砲急速接近。側面です。我々は自己の権力を求めているのではない。政治の腐敗を正すために他に方法がなかったのだ。政治の腐敗とは政治家が賄賂を取ることじゃない。それは政治家個人の腐敗であるに過ぎない。政治家が賄賂を取ってもそれを批判できない状態を政治の腐敗というんだ。機関たちは言論を統制した。それだけでも帝国の専制政治や同盟の現在の政治を非難する資格はない。そうは思わないか。いや、少なくとも政治権力を己の欲のためにのみ求めるようなトリューニストのような輩よりはるかに崇高な政治体制を作るために我らは命を懸けていたのだ。その点に関しては何者にも非難はさせん。我々は正義を欠いていたのではない。運と実力がわずかに足りなかっただけだ。エベンス大佐。我々は自らの敗北を知り無益な抵抗を断念した。この上の攻撃は無用だ。それは結構だが、議長はグリーンヒル大将はどうなさったのだ。閣下は自殺された。見事な最後だった。ヤン程度。我々は銀河帝国の専制政治を打破するために立ったのだ。機関は我々を帝国の手先であるがごとく誹謗したが、機関こそ帝国の専制の存続に力を貸したことになるのだ。専制とは市民から選ばれない為政者が権力と暴力によって市民の自由を奪い支配することだろう。それはすなわち機関たちが今ハイネセンでやっていることだ。機関たちこそが専制者だ。そうではないか。退役軍人や警備隊などが集まっています。中には事件の当初クーデターに好意的であった人々も含まれています。彼らの日和見主義も呆れたものですな。そうでもないさ。固い信念なんてものはかえって信用がおけんね。大体戦争なんてものは固い信念を持った者同士が起こすんだからね。今ハイネセンを占拠している旧国軍事会議のメンバーも自らの正義への信念は誰にも負けないほど固いだろうからね。子供は完全な親を見ながら育つというわけじゃないさ。むしろ不完全な親を反面教師にして子供は自主独立の精神を養うんだ。わかるかね？随分ひどいことを言われているのはわかりますよ。言われたくなかったらどうだ。完全に近づけるために結婚したら戦争も終わってないのにですか？そう言うと思った。だがな、人間にとって最大の義務は何だ？
人間に限らんが生物全体にとってそいつは新たな命を生み出すことだ。そうだろう。ですから人間にとって最大の罪は人を殺すことであり、殺させることなんです。軍人というのは職業としてそれをやるんです。そういうように思考を進めんでもいいさ。だが罪を犯したとしてだ、5人も子供を持てば1人ぐらい父親の罪を償うやつが出てくるかもしれん。志を継いでくれる息子だって。志を継ぐのは別に血を分けた息子である必要はないでしょう。志があればの話ですがね。ちょっと失礼。進んでらっしゃいます？ちょっと気に入らないんだ。自分でも結論を急ぎすぎたかと思ってね。気分転換になりますかどうか、ハイネセンのテレビ放送が入り始めていますけれど。どれどれ。守るべきもののために一時の出費や個人のちっぽけな命など惜しむべきではない。ちっぽけな命だってさ。権力者にとっては他人の命ほど安いものはないんだろうな。国家に対する義務。それに一時の出費とやらはもう150年以上も続いてるけど、彼らの自分の懐が痛むわけじゃない。負担するのは一般市民だからね。あの国防委員長からの呼び出しです。相当な覚悟が必要なようですわね。クーデター派の第11艦隊と戦うにあたって君は全軍の将兵に向かって言ったそうだな。国家の荒廃など個人の自由と権利に比べれば取るに足らぬものだと。それを聞いた複数の人間の証言があるが間違いないかね。一字一句間違いなくその通りとは言いませんが、それに類することは確かに言いました。不見識な発言だとは思わないかな。は？何がです？君は国家を守るべき責務を負った軍人だ。その君が国家を軽んじるような発言をするのは不見識ではないかというのだ。お言葉ですが委員長閣下、あれは私にとって珍しく見識のある発言だったと思います。国家の構成要因として個人が存在するのではなく、主体的な意思を持った個人が集まってできる社会の一つの方便として国家がある以上、どちらが主でどちらが従であるか、民主社会にとっては自明の理でしょう。自明の理かね。私の見解はいささか異なるがね。人間は社会的生き物だ。誰も一人では生きていけない以上、人間にとって国家は不可欠な価値を持つ。そうでしょうか。人間が生きていくのに不可欠なものはあくまで社会であって、何も国家である必要はないでしょう。こいつは驚いた。君はかなり過激な無政府主義者らしいんだ。違います。私は菜食主義者です。もっとも美味しそうな肉料理を見るとすぐに戒律を破ってしまいますがね。やって言っとく。君は当左門会を侮辱する気かね。とんでもない。そんな意思は毛頭ありません。どうかね、ここらで一つ休憩ということにしては。ヤン提督も疲れただろうし、私もくたびれた。一休みさせてもらうとありがたいな。提督、君は優秀な男だがまだ若いな。どうも戦争の本質を理解しておらんようだ。いいかね。緊張感を欠く平和と自由は人間を堕落させるものだ。活力と規律を生むのは戦争であり、戦争こそが文明の発達を加速し、人間の精神的肉体的向上をもたらすものだよ。一定期間続いた平和と自由は常に享楽と大敗の世紀末を現出させてきた。それは君の好きな歴史が証明しているのではないかね。素晴らしいご意見です。戦争で命を落としたり肉親を失ったりしたことのない人であれば信じたくなるかもしれませんね。まして戦争を利用して他人の犠牲の上に自らの利益を築こうとする人々にとっては非常に魅力的な考え方でしょう。ありもしない祖国愛をあると見せかけて他人を欺くような人にとってもね。君は私たちの祖国愛が偽物だというのか。あなた方が口で言うほど祖国の防衛や犠牲心を必要だとお思いなら、他人にどうしろこうしろと命令する前に自分たちで実行なさったらどうですか。人間の行為の中で何が最も卑劣で恥知らずか。それは権力を持った人間や権力に媚びを売る人間が安全な場所に隠れて戦争を賛美し、他人には愛国心や犠牲精神を強制して戦場へ送り出すことです。宇宙を平和にするためには帝国と無益な戦争を続けるより先に、まずその種の寄生虫を駆除することから始めるべきではないでしょうか。寄生虫とは我々のことか。それ以外のものに聞こえましたか。言われなき侮辱、想像の限度を超えた非礼だ。君の品性そのものに対して告発すべき必要がある。左門はさらに延長せざるを得ん。異議を申し立てます。発言を禁じる。
どういう根拠で？あなたの軍人志望に閣下もそういつまでも反対はなさらないわ。そうですね、そう信じます。ありがとうございました、大尉。では明日ね。ヤン・ウェンリー大佐でいらっしゃいますね。僕今日からこちらでご厄介になります、ユリアン・ミンツです。キャゼルヌ准将のご紹介で。僕軍人になりたいんです。提督のような志のある軍人に。私の志は歴史の研究者になることなんだよ。今でも一日も早く退役して歴史書に埋もれる生活がしたいと思ってるんだから。軍人がそんなにいいかね。いいかユリアン、軍隊というのは道具だ。それもない方がいい道具だ。それを覚えておいて、なるべく無害な道具になれるといいね。別に全人類社会が単一国家である必要はないさ。同盟と帝国が併存していたって一向に構わない。先制国家とですか？専制政治自体は絶対悪じゃない。ただの政治の一形態に過ぎないのさ。要はそれをいかに社会のためになるように運営していくかだ。ローエングラム公は効率的で公平な税制を敷くだろう。現に帝国はその方向に改革されつつある。実際政治改革をドラスティックに進められるのは民主制より専制の方なんだ。確かにそうですわね。だが専制政治によって人類が統一されるのは避けるべきだと思う。それは？例えばローエングラム公にはその力量があるかもしれない。だが彼の子孫は、彼の後継者は常に名君が輩出するとは限らない。むしろ彼のような存在は何世紀に一人の奇跡のようなものだ。そんな個人の資質に全てをかけるような制度に全人類を委ねるわけにはいかないと思うのさ。だけど人間は自分が悪であるという認識に耐えられるほどに強くはない。だからそれぞれの正義を信じてそれを他人に押し付けようとして戦うのさ。絶対的な正義なんてありはしないということですか？そうだからユリアン、お前がフェザーンに行って彼らの正義と私たちの正義との差を目の当たりにすることができるとしたら、それは多分お前にとってマイナスにはならないはずだ。それに比較すれば国家の攻防など大した意義はない。本当だよこれは。自由惑星同盟の攻防でもですか？そうだな。私が年金をもらう間ぐらい持ってほしいけどね。自由惑星同盟はルドルフ・フォン・ゴールデンバウムの政治思想に対するアンチテーゼとして誕生したんだ。はい。専制に対する立憲制、非寛容な権威主義に対する解明的な民主主義、まあそういったものを主張し実践してきたわけだが、ルドルフ的なものがローエングラム公の手で一掃されてしまえば、あえて同盟が存続すべき理由もなくなる。なあユリアン、人が必ずいつか死ぬように国家だって永遠にして不滅のものじゃない。国家なんてものは単なる道具に過ぎないんだ。そのことさえ忘れなければ多分正気を保っていけるだろう。わかりました。僕フェザーへ行ってきます。キャゼルヌ先輩は一つだけいいことをしてくれたよ。それはユリアン、お前を私のところへ連れてきてくれたことさ。ユリアンがいないとお前も不自由だろう。シャルロットにでも預かってもらおうかな。やれやれ、お前言葉がわかるのかな。いいかい、帝国軍はイゼルローンでの戦線が膠着するのは承知の上なんだ。むしろそれを前提にして増援を送るという名目で次の軍事行動を起こすつもりなんだ。ところがこの増援部隊が向かうのはイゼルローン回廊じゃない、フェザン回廊だ。むしろそちらの方が今回の出兵の主力なのさ。私たちは壮大なカムフラージュの出しに使われているというわけさ。それは分かっているんだ。だがそれが何だっていうんだ。去年のクーデターの時もそうだ。ローエングラム公の戦略構想は読めているんだ。でも分かっているだけで何もできない。読みが当たったって喜んでいられるようなことじゃないんだ。預言者より実行者の方がはるかに価値がある。無事に首都まで送り届けて差し上げます。おお、エルファシルだ。そうだ、エルファシルだ。エルファシルの脱出の再現だ。あの時もやってのけた。たく、私だって誰かに保証してもらいたいよ。期待する方は勝手だが、される方の身にもなってみろってんだ。それにしてもさすがだな、ロイエンタール。こちらの意図を読んだ上で脱出を妨害するつもりだな。お前、ちゃんとリストに入っているか？機関にしては珍しく何か言いたいことをこらえているようだったが。何、こう思っただけです。
ハイネセンがもはや安泰でありえないと知った時、政府のお偉方は市民を見捨てて自分たちだけで難攻不落のニゼルローンに逃げ込んでくるのではないか。どうです？市民を守る義務を忘れて自分の安全のみ図るような輩には相応の報いがあってしかるべきです。逃げ込んできたところを一網打尽にしてローエングラム港にくれてやってもよし、市民に対する背信の罪を問うて処罰してもいいでしょう。その後はあなたが名実ともに頂点に立てばよい。ニゼルローン共和国というのもそう悪い考えではないように思えますが。私にとって政治権力というやつは下水処理場のようなものさ。なければ困るが自分から近づきたいとは思わないね。近づきたくて近づく人間ばかりではないでしょう。今さら指摘するのも妙なものですが、あなたは軍人になりたくてなったわけでもないのですからね。軍人の延長線上に必ず独裁者がいるわけでもないと思うが、もしそうならいっそ早くこんなろくでもない家業から足を洗いたいね。